らジャンプしたタイミングでグッと入ります。はい、せーの。あ、失敗しちゃった。もう一回せーの。おはようございます。今回は RBS チャンネルさんコラボの総集編です。僕の顔が重力と空気抵抗に負けていますが、最後まで楽しんでいってもらえたら幸いです。では行ってみましょう。金丸保守株式会社、神奈川県からはるばる来ていただいた RBS チャンネルさんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼しますね。簡単に言うなら自己紹介をしていただきます。RBS チャンネル菊田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ワクタクでございます。よろしくお願いします。RBS チャンネルさんはどんなチャンネルやられてるんですか？僕も大好きで見てるんですけど。ですね、リペアの YouTube チャンネルって、作業してる動画がほとんどだと思うんですよ。そうです。僕のところも、はい、そうですよね。作業ばっかり。で、私たちはそういうのじゃなく、そういうのももちろんあるんですけど、ちょっと営業的な、割と経営に特化したような、それに役立つようなお話とか、そういったのをちょっとさせていただいているチャンネルになります。そうですね。僕も。割とベシャリーメインのチャンネルですね。もう僕もいつも楽しみに、ありがとうございます。もうファンです。ぜひ RBS チャンネルさんのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。お願いします。まず菊田くん、星を始めたきっかけとか、そっからの経緯、星を覚える経緯だったり、今に至るまで。今に至るまで。なるほどですね。ワクタクさんとどう出会い、はい。どう一緒になったの？そうですね。まず自分は専門学校、ちょっと変な専門学校行ってたんで。それ変な専門学校なんかないで。ちょっと珍しいというか、なんかちょっと楽器を作るっていうちょっと。クラフト。そういう、いい。珍しい専門学校行ってたんですよ。なんでもともと手先を使った作業っていうのはもともと好きで、学校に某大手の日本で一番大きい補修屋さんの求人が来てたんですよ。学校に来るんですよ。クラフトやから。そうです。鍵盤とかそういうのが得意な。リペアの求人が来てたんですよ。で、自分はそれに応募してるんです、実は。在学中に。で、その時はたまたま、その年度は取らないってなって、リペアには面接もしてないですし、入らなかったんですけど、補修屋っていう職業があるっていうのはそこで知って、地元に帰って。地元は神奈川です。で、ハローワーク行って、求人探すと、補修屋っていうのが出てたんですよ、その時。たまたま。ちょっと、見てる方わかるかわかんないですけど、自分住んでるところ、平塚市ってところで、相模原市ってところで、求人出てたんですよ。自宅からは、ちょっと遠い場所なんですよ。で、在学中に言われたのが、あなたたちは本当に楽器を作りたいんですかっていう先生の言葉があったんですよ。その時に、ハッとして、そうだ。別に楽器にこだわっているわけではないなって思ったんですよ。要は楽器を作るってニッチじゃないですか。趣味でやることだし、そういう専門学校行ったからそういう仕事に就かないきゃいけないっていう固定観念を壊すための先生の言葉だったんですけど、それってさ、入学前に言ってる気がする。金取ってから言わんといてって。そうなんですけど、先に。でも今では本当ありがたかった。あの時にそういう言葉を言ってもらえて、大体だから多いのが楽器の工場とかに就職する人が多いんですよ。給料ももちろん全然ないですし、将来性もないじゃないですか。正直言って。で、自分はそうじゃないなって。ちゃんと先のある程度あるような自分の中で仕事をしないといけないなって勝手にその時思って。職人になろうとはその時漠然と思ってたんですよ。だから大工になるか、リペアやるかって自分の中で二択になってて。で、リペアの求人があったんで、そこに面接。一回やってみようみたいな気持ちで。そうですね。そんな大して別に補修屋にすごいなりたいってわけではなかったです。で、そこで行って、面接したら、その場で採用だったんですよ。もうすぐ。あとはお前次第だって言われて。
なんだそれと思って。で、翌日に入社したいですっていう旨伝えて、で、そこでリペアの業種に入りました。その時に番頭として頭でリペアやってたのがワクタクさん。ワクタクさん。はい。その時はほんなら、すごい補修をまず教えるところから。そうですね、教わって社員として入ったんで、で自分の1個年の上の先輩につかしてもらって、一緒に現場回って、あ、年近いからまあ。そうですね。同じ。で、まあ、喋りやすいし。教えてもらって、そこでリペアを覚えてっていうような感じですね。リペアを覚えた経緯っていうのは。どうして今の形になったかっていうのは、ワクタクさんが、まあ、独立するっていう時に、まあ、声かけてくれたんですよ。どうって。俺独立するけどどうって。一緒に来ないか。いや、できれば、まあ、やってほしいなって思ってるんだよねって声かけてくれて。その時からもう、菊田君は気に入ってたんですか？ワクタクさんが採用姿とかを見て。ええやないかみたいな。それはもう、人が、やばいって、金丸さん。めっちゃ聞いてくるって。菊田君っていう人が、ええやないかみたいな。それはもうでも好きだったんでしょうね。好きだったのね。多分、まあ、当時の自分の感覚では、その頃からそれは思ってなかったですね。あ、そう。多分、頭数というか、そういうのをきっと欲しいんだろうなっていうふうには、当時思ってて、多分それはそんなに外れてないはずなんですけど、まあそれはわかるじゃないですか。今までの付き合い方だったり。だから、この人間を求めてるわけではない。数として求められてるんだろうな。1が欲しかった。1リンクとして。1が欲しかった。まあそれは分かってて、でも、その時22ぐらいだよ。めちゃくちゃ若い。まあまあ、それやったら、まあ。で、結婚もしてなかったですし、正直失うものは特にないんですよ。で、別に仕事も辞めたいなっていうか、なんか、リペアっていう感じだったんですよ、正直。ああ、もうそこで同じようにやってるのは面白くないなっていう。面白くないなっていうのは感じてて、捨てるものも別にないし、失うものも特にないんで、二つ返事でいいですよって言って、できますよ。第一リンクとして、一緒に最初やらせてもらったっていうのが。その時はもう菊田くんじゃなくてもう1やった。1ですね。1。はい。ただの1リンクとして、グループに参加して、やったっていうのが当初の経緯でありますね。まあでもそうやと思う。俺もだからその時は1やったと思う。自分もね。その時は、社員で雇用されてて、要は個人事業主になるっていう、そうだね。結構大きな形が変わっちゃうね。転機だったんで、それもなんか、22ながらに、なんか個人事業主ってなんか聞こえがいいな、面白そうだなっていうのもあって、本当そのくらいの気持ちでしたね。やり始めたのは。で、まあ一緒にやって、なんだかんだ10年以上経ったなっていう感じですね。人が増えたり減ったり、まあいろいろ紆余曲折あって、その時はたくさんも個人事業主で、途中で法人にして、で気づけば大阪に来れるまでに成長しちゃっていう。位置が菊田くんに変わった瞬間やね。そうですね。わかりました。ありがとうございます。ストーリーが弱いです。いや、1から菊田くんになるストーリーはやっぱりドラマティックというか。まあでも、ワクタクさんのストーリーはまあすごい。メインのワクタクさんの経緯、補習を始めたきっかけとか、補習を知るきっかけとかもあれば教えてほしいですね。すごいです。すごいんですから。じゃあ、あげたら、一回下げとかな。ドラマチックなんですから。しょうもないですからね。じゃあ、まず、沖縄出身なんですよね。沖縄で物流の仕事をしてて、その時に大型の免許を持ってたんですよ。はいはい。で、一回だけ、まずやってみたい仕事があって、長距離、やってみたんです。長距離ドライバー。じゃあ、まず一回やろうって言って、まず神奈川に来て、で、それで最初、運送会社に面接行ったんですよ。で、運送会社に面接行ってる中で、発覚したのが、住所不定だったって。住所がないと何も登録できないみたいな。住所がないからどこも採用してくれない。寮にも入れれない。もう得体が知れない。っていうことで、いろんなところ面接行ったけど、落とされて、じゃあちょっと
妥協して今度引っ越し屋さんと採用してくれない。もうありとあらゆるものを採用してくれなくて、でたまたま知り合った補修会社の社長さんがいて、はいはい、その時って今から20年ぐらい前ってまだ補修屋が全然世に少なくて、はいはい、人がいればいるだけ会社は儲かる。そうですね、多分。なんで、じゃあうちで住み込んでやるかっていう話になって、じゃあもう俺には多分住所不定だから雇ってくれるところがない。だからもうそこに入るしかない。だから補修っていう仕事は何かもわかんないけど、もうとりあえずそこでお金を貯めて住所不定から脱却しないといけない。そうですね。っていうことで、まず補修屋に入ったっていうのが一番最初で。はいはい。ただその時、まだ補修をやる前に一番最初の体験で、先輩に1日ついて見た時に、これ俺絶対できるわ。もうどっからかわからないけど、何の根拠もない謎の自信が、これ俺できる。この人のやってる。これもできる。これもできる。これもできる。でも多分俺の方が多分この人よりきっと上手いな。俺多分この会社にナンバーワンになるな。でしょ。ナンバーワンになったら僕独立しますんでっていうところで入社したんですよ。生意気な。それは何歳の時なんですか？それは20歳。志が。生意気な。その仕事がいくら稼げるかもわからないけども、謎の根拠からスタートして。それはほんまに謎の根拠。これ簡単そうやな、見てたら、みたいな。そうです。もう、簡単だなって、もう全部頭の中でイメージできるな。で、しかも座ってられる。すげえ楽じゃん。今までの仕事を考えたら、余裕だっていうところで、リペアをじゃあやろうって決めて、売り上げとか技術とかいろんなノルマがある中で、本当にじゃあナンバーワンでずーっといてて、で、それで3年半ぐらい経った時に、もうやめようかな。独立しようかな。はい。その最初に言ってたことを実現さそうと。そうです、そうです。で、独立しようかなって思ってる時に、ある工務店の社長が、大工の工務店をやってるんだけども、でも別で補修会社を作りたい。お前来ないか？で、この補修会社は年商3億円を目指す企業にしたい。っていうのに感銘を受けて、で、それで、その会社で、じゃあ自分の経営持論も当てはめながら、この会社を成長させようって入社して、最初の頃はもうどんどん拡大。勢いがあって。で、みんながやる気に満ち溢れてたから、もうどんどん拡大していったんだけど、あるところまで来ると、息子が入ってきたんですよ。2世が。で、その2世が入ってきたぐらいから、この会社の内部体制が徐々に崩れ出して、おかしくなってきて。で、まだちっちゃいけど、企業が拡大していくときって、やっぱ人員が足りないとか、どんどん拡大していくから、ちょっと夜が遅いとか、ちょっと休みの日も出ないといけないとか、そういういろんな大変なことがあったんですけども、ある時社長が方針転換をしたんですよ。もうこんなペースでちょっと仕事をやるのやめようっていう感じでやめて、で、自分は番頭から降ろされたんですよ。で、番頭から降ろされたんで、そしたらもう仕事の仕方が変わるんですよ。段取りの仕方とか、で、お客の受注の仕方とか。そうですね。で、そうなっていった時にどんどん今度はお客さんがもう離れていって、会社が崩れ出して、この会社は最初3億円企業にしようって言ってたのに、その方向性を変えるんだと。3億円企業ってリペアで3億円結構すごいじゃないですか。すごいですね。手間しかないんで。恐ろしい。そうですよね。恐ろしいですね。複数ですね。だからその3億円企業に感銘を受けてやったのに、その方針転換をするんであれば、じゃあ俺のいる場所はここじゃないな。じゃあ自分で、本当の自分のお客さんのためになる仕事の仕方は何なのかっていうことを自分で作ろうと思って。番頭さんの時って、ワクタクさんとお客さんとのやりとりが、やっぱりお客さん的にもそこが気に入ってた部分も大きかったんですかね。そうですね。そういうことですよね。それで離れていくっていう。やっぱり、多頭現場とかになってくると、その後期があって、ここのケツでは終わらさないといけない。そうですね。でもそこで終わらせられないってなると、じゃあ終わらせられる補修屋さんを入れようってなりますね。なるじゃないですか。そうやってお客さんがどんどん離れていって、この会社の存在価値、魅力がやっぱそこにあったのにもかかわらず方針転換をしちゃったから、もうどんどん今までいたファンだった客がいなくなっていっちゃった。で、独立をしたっていうのが、独立のきっかけですね。きっかけ。で、そこで、菊田君を誘って、そうですね。始まるわけですね。一肉として参加させてもらいます。だから途中で菊田君になれて。そうですね。やっと名前をもらえて。菊田君になれて。で、菊田君と。で、あと何人かまだ入ってきて、時間がずれて。そうですね。時間がずれて。あとは入れ替わりがいろいろあって、で、ちょっとずつやっぱ増えてって、仕事量も増えてって、今に至るですね。
今も募集してるんで、今も募集してる。ぜひとも、チャンネルのコメントの方から、募集の仕事やってみたいっていう方は、募集してます。コメントに書いてあげてください。こっちのコメントじゃなくて、こっちのコメントです。RBS さんの。でも今日は、ありがとうございました。RBS チャンネルさんでした。また見に行って、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。このチャンネルにもお願いします。お願いします。では、また。ほな。いい今回なんですけど、一人親方になりたいなって思ってる人とか、一人親方になりたての人、そういう人たちが、なるだけ低出費で営業して、なるだけ効果的なものを教えていただけたら嬉しいなと思います。そうですね。最初はお金がないから。ないんで。やっぱり一番は業態効果高いのが、チラシ、リーフレット、パンフレット。まあ、リーフレット、パンフレットはちょっと高くなっちゃうけど、チラシとかを作って、それをまず配る。これよく DM で送るっていうのもあるじゃん。はい。DM で送る人っていうのは、これもこれでありなんだけど、DM はあれですよね。ダイレクトメール、住所に送るやつですよね。そう。でも、決済権限のある人の手元まで行くのかっていうと、なかなか行かない。よっぽど相手が困ってる時期とかじゃないとなかなか手元に行かない。だから本当に低質で効果的にやるんであれば、やっぱ自分でチラシを配りに行く。手で渡しに行く。でもみんな営業するっていうと、やっぱ会社に行こうってみんな大体想像すると思うんですけど、そうですね。結構それしんどいじゃないですか。はいはい。メンタル的に。まあ探していって断られて。そうです。で、本当だったら渡したい担当者がいるんだけど、そこまで繋ぐまでに断られて、そうですね。で、メンタルが折れるとか。はいはい。だから、基本的に会社には行かないで、で自分家の周りとか、自分の移動しているルートの中にある分譲地でできるだけ巻く。はいはいはい。そうすれば、比較的現場監督に直接会うことも多いし、はい、まあ、あと職人さんでも大工さんとかでも直接渡して話をする。はいはい。で、話をすることによって、相手の記憶に刷り込めるから、いざ困った時に、電話が来やすい。ああ、確かに。だから、会社にただ DM を送るとか、なかなかタイミングがものすごい大事なんで、このタイミングはわからないと、全部無駄な郵送代に変わっちゃうんで、やっぱり一番は自分で分譲地、現場に行って配る。それで直接話して、お願いしますって言って記憶に刷り込むっていうのが、これが一番多分。話して、やっぱ対話をしやんと、そうですね。覚えてももらえないっていうことになりますもんね。リペア。あの人確かリペアやってたなって思い出してくれて、一回頼んでみるかっていうのもありえそうですもんね、すごく。大体そこからなんですよね。そうですね。いきなり営業して、まあそれは会社だったとしても、DM だったとしても、営業してすぐ、じゃあお願いしますなんていうことはまずなんないじゃないですか。まずなんないですね。困った時に、そうですね。あそこに頼んでみようかってなるんで、困った時に思い出してくれなかったら意味がない。そうですね。だからチラシ1枚郵送で送っても、そんなもん、ポイってすぐ行っちゃうんで、大体思い出す前に消えちゃうんで、そうですね。まず思い出してもらうためには、まず会って話をする。だから特にそれのハードルが低いのがやっぱ分譲地。自分が一人親方で今スタートだったら、まずそれをやります。ああ、完璧ですね。完璧ですね。完璧なスタート切れますね。完璧に。実際うちらのチラシもあったじゃないですか。DM で送ったのは、リペアに関してはそこまででしたよね。で、実際チラシ配って、ポスティングも結構してて、そのポスティングも正直あんまりだったと思うんですよ。ポスティングもあんまり。で、ただ、現場に職人さんに渡したとか、そういうチラシが何枚かあったんですよ。多分それがたまたまハウスメーカーとか工務店の監督の目に留まって、来たっていうのは、結構間接的に、なんかこの間なんか募集やるなんかこんなん来たけど、とか、監督に渡してくれたりとか、もある可能性もあるし。で、結構大きいハウスメーカー系のところだと、物件数多すぎるんで、リペア業種に困っている監督さんとか、一時的に困ってる人って多分結構。時期的にもう募集やがもうみんな、自分の知ってる人がもうみんな出てもうてて。みんな探してるみたいな時に、たまたまうちのチラシが現場にあって、で、頼んでくれて、行ったら、なかなか良さそうだから、ちょっと今後もお願いしますって言って、そこのシェアを食らい尽くしたみたいなのは、ありましたね。まあでも、それで、行ったらまたそっからまた広がりもあったり、職人さんで、リペア困ってやるこの人がいいから使ってよっていうのもあったりもすると思うんで、一つ大切にやっとけば派生していくんでだいぶ、やっぱりいいですね。やっぱそれが人っぽいですよね。なんか人である。
人である。建築業界の独特なもんなのかなって、これは。こういう広がり方が。この広がり方が。人の口コミ伝いで広がるのが一般的、一番多いってことですよね。そうですね。どんだけネットが普及しても、建築でやっぱり口コミには絶対にこれ覆すときは多分無理だろうなって、自分は思ってますね。ですね。話す人と、人と人との信用があるんで、ここええよって言われたら、ええんやって普通にそのまま信用できるし、使ってる人がそう言うんやから、ええやろって思うと思うんで、もう最高ですね。次に、今までやった経験上一番効果的だった営業方法ってありますかね？一番効果的。でもさっきの実際効果的なんですよね。かなり効果的だなって思いますね。ハートトゥーハート。そうですね。ハートトゥーハートですからね。今回のソーセージね。効果的な営業方法は、うちだとまず基本的に営業しない。まず絶対に使ってくださいとか、仕事欲しいですとか言わないです。言わなくても、もうそういう軌道には乗っちゃってるんですけど、そうですね。でも、一番最初の時から、基本的にはあまり自分たちで営業はしないっていうのに努めてて、やっぱり仕事していく上でやっぱ単価も大事じゃないですか。そうですね。で、どういう風に仕事をしていくのかっていう、やっぱ立ち位置ってやっぱ大事だと思うんですよ。大事ですね。仕事くださいって言った営業の単価と、仕事をしてくださいって来た単価ってやっぱ違うんですよ。違いますね。まず単価も違いますし、交渉できる条件が変わってくるんですよね。そうですね。これってやっぱ立ち位置なんですよ。だから仕事をくださいっていうことは基本的にはうちはしないっていう話ですよ。一番効果的なのは何なのかっていうと、今付き合ってるお客さんが、ここいいよ、めっちゃいいよ。だから仲間に紹介してくれる。ってなると、もうこの人の信用がある中でも伝わってるんで、だからそうなるともう信用がある前提で仕事をしてもらえないですかってくるんですよね。そうですね。だからそうなると、ある程度適正な金額交渉もできますし、いい条件そうですね。も勝ち取れますし、だから基本的には自分からあんまりガツガツ仕事くれってしないことが一番効果的なのかな。確かに最終的な。そうですね。大事なところではありますね。立ち位置っていうのは。やっぱり一番最初にチラシを分譲地で巻いて、使ってください。もちろん最初0を1には変えないといけないじゃないですか。そうですね。だからこれは絶対的に必要なんですよ。そうですね。だからこの1をパンに変えて、そこからどんどん派生させることをとにかく努力するのが一番いいのかなと。それをそうするためには、取れた取引先を長く付き合いしていくコツっていうのはありますか？滑らかに入ってきましたね。そこで来たかみたいな。滑らかすぎてちょっと笑っちゃう。自然な。自然に入れてくれて。よかったです。すごい。はい。長く取引するコツ。長く取引するコツは、やっぱり一番は、お客さんが何を求めてるのか。そのニーズに答える。答えていく。その困っていることって必ずあるじゃないですか。はい。だからみんなただ傷ついたから、直してくれって別にこれって誰でもいいわけじゃなくて、そうですね。もちろん傷を直してほしいっていうのは必ずあるんですけど、はい。その裏に本当のニーズって困ってることってみんなあるんですよね。だからそれを提供するっていう。例えば、依頼かけてから、あんまり後期のない場合だと、そのケツまでにきっちり仕上げる。きっちり全部終わらすと。それは大事ですね。一級建築士事務所とかってなると、やっぱ高額物件を使ってるんで、だからそうなってくると、応対の仕方とか、あと品質とか、どっちかというと数をさばいてっていうよりも、一個一個の品質だったり、そういうのをやっぱ求められたりしますし、相手がまず何を困っているのか、それを提供することが、やっぱ絶対的に長く取引するコツだと自分は思います。で、一番最初に取引するときに、必ずやっておかないといけないがあるんですよ、自分も。だから最初、新規で、初めましてって言って名刺交換するじゃないですか。で、その時に、今回なんでうちに依頼くれたんですか会った時に話するんですよ。あんまり話してくれない人もいますけど、でも大体の人って話してくれるんですよね。おしゃべりの中で。今まで使ってた保守屋さんは、ちょっと品質が悪かった。じゃあ、この会社は品質をよりいいものを提供した方が、相手の困ってることにマッチしてるよね。そうですね。もしくはやっぱ、さっき言ったケツまくっちゃったとか。って言ったら、やっぱ期日をきっちり守るっていうことが、この会社にやっぱ一番求められてることだし、あと他には無口でぶっきらぼうで、お客の前に連れて行けない補修屋とかもいたりするじゃないですか。あと、たまに変なこと言っちゃう。そういうことで困ってる人には、エンドユーザーとの対応がしっかりできて、で、現場監
監督、元請けさんがエンドユーザーより仲良くなれるように話を務めていくっていうことをやっぱ優先的にやっていくと、それで現場が円滑に進んでいくじゃないですか。そうですね。そうなってくると、エンドユーザーはこの工務店が良かったって最終的に顧客満足度上がるし、それでリペアがそういうことに努められれば、このウォッシャーさん使った方が今後もいいよな。そうですね。トラブルがあっても解決させてくれるっていうのにも繋がってくるんで、その自分の取引先が何を求めてるのかを必ず最初に聞き出しておいて、これをリスト化して、全部明確化して残しておくっていう。ここは品質とか、ここはスピードが必要な。菊田君が行くときとかには、だからここは品質が大事だから覚えといてね。最初に一回言われて行くような感じ。そうですね。大体、力ちゃえよ言うて。ある程度注意事項があれば、言ってくれるんですよ。このお客さんはこういうことを求めてるよ。この監督は厳しいから仕上げ重視で。何もないときは特に大丈夫だよ。普通に仕事して。よっぽど何か提供するものがあれば、みんなそこは結構認知してますね。さっき言ったその現場で困ってることを聞くって言ったじゃないですか。はいはい。でその困ってることが聞き出して、その内容が例えば、ケツまくるとか、時間通りに来ないとか、あと金額ぼったくるとか、そういう不誠実な人間を使ってたってなると、めちゃめちゃもう激アツの会社ですね。誠実な対応をしとけば、基本離れなくなるんで。普通にやってればいいですもんね。そうです。誠実を求めるって、これ技術とかスキル云々じゃないじゃないですか。そうですね。金額とかでもないじゃないですか。人間性じゃないですか。そうですね。人間性を一回信頼してもらうと、もうこれ離れないんですよ。でも向こうも向こうでありがたい。そういう。そうですね。使い続けるとありがたいし、こっちもありがたいっていう。ウィンウィンの状況になると。いいことずくめですね。で、最後に、一人親方になりたいなとか、なりたての人にまとめて何をすればいいのか教えていただけたら。やっぱそれはやっぱ一番は、最初だけお金かかっちゃうけど、チラシを作る。チラシ。で、このチラシの中身に、自分はどういうリペアなんだっていうことを、やっぱ明確に打ち出しておいて、はいはい。あれ直せます、これ直せますとかじゃなくて、それを分譲値で、フェイストゥーフェイス。フェイストゥーフェイス。ハートトゥーハート。で、渡す。いやー、いいことを教えていただいて、ありがとうございます。僕もちょっと今からそれしていこうかなと思ってますけども。チラシとリーフレットとパンフレットってあるじゃないですか。これはなんかどれがいいとかあったりするんですか？やっぱ一番一人歩きさせたいんだったらチラシじゃない。チラシのペラ1枚ね。リーフレット、パンフレットは、商談の時に、よりページも多いし、しっかりしてるからやっぱ説得力がある。で、そこにもっと明確に自分がどういうものなのかっていうことを打ち出せるから、そういう時には多分圧倒的にチラシよりもリーフレット、パンフレットの方が強いのかなと思うけど、フェイストゥフェイス。フェイストゥフェイス、ハートトゥハート。なんか一個増えたな。一個増えたな。一個増えたけど、そういうことをや覚えれるかな？覚えて帰れるかな？覚えて帰って。神奈川まで。そうですね。神奈川まで持って帰ります。持って帰って。はい。この魂は、フェイストゥフェイスと、ハートトゥハートは、そう持ち帰らせていただきますので。お家まで。はい、お家まで。新幹線の大阪駅でもう捨てたらあかんよ。もうそれはもう大丈夫です。バレますからね、捨ててやったら。持っていくから。着払いで。着払いで。もう、ためになる話ありがとうございます。私もございます。やっぱり独立のきっかけって多分人それぞれ違うと思うんですよ。確かに。自分のビジョンは違うんだけど、はい、自分なりにお客さんがどう喜ぶのかっていうことを考えると、やっぱ補修って後期があるから、そこに間に合わさないといけないときはやっぱ間に合わさないといけないし、そうですね。品質を求めてるときは、やっぱその品質を提供するっていうことが必要だったし、相手が求めてることを提供する。で、自分たちは技術の集団を前面には売りたくなかったです。はいはい。技術を学ぶ気がないわけじゃなくて、技術は学んで、それを提供するんだけども、技術を売るんじゃなくて、お客さんの顧客満足度を上げて、相手をファンにさせる。はいはい。だからこれを売りたくて、はい、それを自分じゃないと多分作れないなっていうのが、はい、自分で独立するためのもう絶対条件。その一人で、菊田くん誘って、始めた時って大体何歳ぐらいの頃から ?30 でしたね。30でも若い、そうですね。かなり若い時に、そこまでの構想があって、もう一人でやるぞってなったわけですよね。そうですね。それはすごいですね。
すごい。僕もまだ30やったらまだしょうもないことしか考えてなかったですね。僕は。やっぱ独立で大きくすることだけがやっぱいいわけじゃなくて、はいはい。独立するんだったら、その自分の欲求を叶えられることをやっぱやるべきなんじゃないのかなって思って。確かに。ね、最初、キックの場合は1だったじゃん。はい。やっぱその時覚悟もなかったんですよ。はい。覚悟もなかったんで、まだキック他じゃなくて、は1だったんですよ。一肉うん一屋さん、星屋さんそう。だからそんなにね、目もかけてなかったし、でもある時ぐらいから徐々にその内心で考え方が変わってきて、はいはい。で、人を教えるとか、教えてねって言われたから教えるわけじゃなくて、自分の考えを汲み取ってやるようになってきてから、あ、こいつは戦力だなってそこで変わってきたのかな。ずっと最初やってた時には、年上の後から入ってくる後輩っていうのは、やっぱいたんですよ。まあまあ、ちょっと教えるにしてもこう言い方とかちょっと気そうですつけながら。その頃まだ20ほんとそこそこぐらいの時だったんで、年上の人とのそういう接し方とかも、まああんまりよくわからずに。で、ある時、まあ年下の後輩っていうのが初めてできた時があったんですよ。で、その時はピシッとしましたね。これは俺がやったらなあかんと。自分が、その、ヘナチョコなところ、ダメなところは、1ミリたりとも見せれないな。見せたくないし。見せたくないし、見せたら、こいつは俺のことを言うこと聞かなくなる。逆の立場だったら、舐めてしまう。聞きたくないじゃないですか。うん日頃からミスしてる先輩の話って。まあ、業務的には聞くんですけど、本当にちょっと半分舐めちゃうって言葉が結構適切だと思うんですけど、舐めちゃう。だからそこは結構自分の中でまあいいターニングポイントだったかな。いいきっかけになったみたいな。ちょうどその辺あたりで結婚してるっていうのもあって、ままあその辺もいろいろ要因があって、まあこれでは、ご飯食べささなあかんから。これではいけないなと。何かが終わるなって思って。そうね。危機感ですね。どっちかっていうと、ちゃんとしなきゃなっていうよりかは、危機感って感じでしたあ、ね。危機感。まあまあ、でもそれでも。それでずっと来てますけど、でも危機感はやっぱずっと拭えないではありますね。まあまあ、この仕事は、多分死ぬまでそう怖いと思うんですよ。そこ、まあまあ、いろいろあるもんね。それをある程度解消していく作業は結構やっぱずっとしていかないといけないのかなと思ってますけど。ね、なんか出てきたら解決しなあかん。なんか出てきたら解決しなあかんっていう。そうですね。その繰り返し、エンドレス。早く心穏やかになりたいもんですけどね。そうやね。穏やかに過ごしたいね。はい。花丸さんはもう、多分根っからのポジティブ思考なんじゃないですかね。そうそう。ただ、そのポジティブすぎて、はいちょっと、ちょっと、なんやろ、ネガティブの要素がある人は、はい。ちょっとうざいかも。だから、それはちょっと申し訳ない。でもそういうなんかネガティブ強い人もやっぱいるじゃないですか。いる。話してて感じるんですか？なんか、あ、この人ちょっと嫌がっているなってそう、いうか。嫌がってるなとか、なんとなくわかるから、ちょっと違うな。ちょっと、あんまりポジティブ出さんとこうとか、あー日常のその、便所汚いなとか、そういう話するとか。当たり障りのない。そう。あんまポジティブはあんまりあなんで出してもよくないなって。それがいいですよね。なんか押し売りしないポジティブな人はもう結構最強じゃないですか。押し売りしてるつもりもないけど、はいされてるって感じる人も、もしかしたらいるかもしれないから、そこはもう分からないから、もうごめんなさいとしか言いようがない。まあ確かにそうなっちゃいますよね。そう。はい言いようがないけど、まあ全然あっけらかんと気楽に。うちのネガティブ三人種像、金間さんのそうもうどっち同じどっちが勝つのか。同じ塀にぶち込んでみたいです。一週間ぐらい。どうなるか。離れていくよ。端におるよ。俺真ん中におったらみんな端っこに右で。でも金丸さんとこう初めて話して押し売りされてるとはあんまり思わないんですね。あ、じゃあそれはよかったよかった。はい。よく元気だなとは思いますけど、よくすごい手数が多いなっていうか。肉食べとるから。あ、ちょっとよくわかんないですけど。ご飯食べとるから。なるほど。山盛りの。そう。はい。ご飯を食べれてるから元気。ポジティブがいいですよね。ポジティブ、楽。自分が楽じゃないポジティブじゃない。いや、どっちかっていうと、
難しいですね。何が難しいところですね。50-50。まあでも、どっちかというとポジティブ寄りかもしれないです。あ、本当。で金丸さんのような、こう、天然物じゃない感じがしますね。天然人工的に。あ、人工的に。はい。人工的に。人工的に。人工ポジティブ人工ポジティブ。天然ポジティブではない。養殖ですね。養殖のポジティブ。そうですね。まあまあまあ、そんな感じがしますね。でも気楽になったでしょ。でも心は、その楽っていうのはなんとなくはわかります。でもちょっとなんとなくですけど。笑えるもん。やっぱ、あれですよね。笑いの街ですもんね。そう。笑えてたらいいけど、笑えてなかったらダメや。金丸さんとはジャンル違うけど、ポジティブなんで、ネガティブな人が目の前にいたり、やっぱどうしても一緒に付き合っていかないといけない状況にいると、心がどんどん自分の心が疲弊してて、なんか、本当だったら好きな人にもいい態度ができなくなってくると。いい人たちだけ自分の周りにいるようにするようにしてる。それはお客さんも含めてね。僕なんかめちゃくちゃいいですよ。金丸っていう名前で、もうメンテナンス行って、おばあちゃんであんた名前何なの？神様の神に余るで、金丸って言うんですって言って、ご利益あるわってこう拝み出したぐらいなんで、名前でね。ちょっといいかしら。そう。ないと思うんですけど、ご利益はないよと思うんですけど。そしたらなんか、すごい、お賽銭箱がそう僕のここに置いとったら、ちょっとたまるかもわからんです。ちょっとちっちゃい一輪機にできるようにしてる。あ、じゃあこれどうぞ。ジュース代がそこから出るから、こうに行こうって。飲もうかなみたいな。今日は、ありがとうございました。とんでもないです。おはようございます。おはようございます。今回は RBS さんが大阪で仕事で来はるっていうことで取材をさせてっていうことで申し込んだら快く OK してくれはってで今日は取材させてもらいます。よろしくお願いします。RBS さんのこと知らない人のために RBS チャンネルのどういう内容をやってるか。私たちは普段ショート動画の方で主に活動しておりまして、ショート動画の方を見ていただければと。ビジネスの方。ショート動画を見てください。はい。ビジネスはいい作業をやっております。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。今日の作業の方はどんな感じの作業になるんですか？今日は輸入の回り階段。こんな感じの階段の塗装です。なら早速取材行かせて行ってみますか。行ってみましょうか。はい。では行ってみましょう。今日はこのね階段の塗装をねやっていこうかなと思いますのでよろしくお願いします。どうですか？暑いですね今日も。暑い。この養生です。もう8割ぐらい決まると言っても過言ではないですからね。せやね。はい。大事ですからね、意外と。これを適当にやると後で痛い目見ますからね。せやね。この養生してる間に何作られてたんですか？これはまず、ステインですね。オイルステイン。で、これお客様の特注食のステインを朝食してます。任せてください。完璧です。完璧です。花丸さんと現場に一緒にいるのが、なんか変な感じですね。ほんまに。なんか、今までないじゃないですか。ないね。はい、いつも遊んでたもんね、みんなで。こうやってなんか誰かに見られてるっていう感じがあんまりない。そうですね。はい。初じゃないですか。大事なところを養生するんで、ついてきてください。これ、お客様のものですね。完全に。シャンデリア。シャンデリア、すごい立派ですね。こういうのは、汚れちゃうとまずいんで、もう先に養生します。こういうのは基本的に。これ、意外とっていうか、一番大事です。塗料自体はつかないですけど、粉塵みたいなのが飛んだりするんで、掃除も難しいし。そうですね。これシャンデリアなんでダスターとかでバーってあんまりできないんですよ。で、一個一個も拭けないですし。
なくなっちゃった。これがステインですよね。ステイン2回塗って、手羽取って、今から何やっていくの？これから塗装ですね。この生地に着色をしていく感じです。見ててください。こんな感じで、拭きすぎないで、かつしっかり色をのせる。まずは、こういう塗りづらいところから塗っていくのが定石ですね。YouTube であんまり菊田くんの作業って見られへんから、はい、結構これはレアなんかもしれない。これレアですよ。これはレアですよ。かなりレア。はい。あんまりやってないですからね。やってないやってない。結構がっつり塗る感じ。そうですね。しっかり乗せる感じですね。ステインなんで、すごい吹いても、こう、木目は潰れないんですよ。ここがやっぱやりづらいですよね。この丸くなってるエスカルゴっていうんですけど。結構濃いめに塗る感じですか？結構濃いめに塗りますね。1回で濃くするというか、2回ぐらいで濃くしていく。2回ぐらいで濃くしていく。2回ぐらいで濃く。1回目吸い込んだ後に2回目で濃く、またもう1回塗装するっていうの。吹き方のポイントみたいなものってありますか？吹き方のポイントは、半分ずつ重ねて、塗り重ねていく。塗り重ねていく。終わりました。携帯壊れた。はい。花丸さんの顔を撮影してて時までついてました。俺の顔が壊したみたいや。多分そうですね。それがなんか反応したのかもしれないです。なんかごめんな。前回はね、マクタクさんも財布なくしたんで。僕の車に置いていったね。ね、だから結局なんかあるんですよ、きっと。何かしらが。だから携帯もつきます、きっと。財布も見つかったし。菊田くん今からこれ何するんですか？この布ペーパーで、今塗装かけたんで、無垢のところに塗装かけると、こう、毛羽が立ってきちゃうんですよ。まあ、触るとわかるんですけど、こう、ザラザラしちゃうんですね。これを軽く、かなり細かい、これだいたい、1200番の、1200番ぐらいの番手で、軽く、優しくなめるように、削ると、こう、つるっとするんで、手触りを合わせてる感じですね。
次は何？次は、はい。最初にステイン入れたんで、はいはい。今度はサンジングシーラーを、ステインを倒します。で、このサンジングをしっかりと拭いて乾燥させたら、今度は最後仕上げに入っていくんで、結構この大事なポイントですよ、このサンジングは。それは硬化剤ですか？これは硬化剤ですね。このサンジング1対1です。1対 1。1対1です。おー。OK。で、お。OK。次は何塗っていくんですか？次は、まず手すりをお客さんの希望の色にちょっと顔料を入れて塗装する。ただ、ポイントはやっぱ木目を消さない。木目を消しちゃったら、最初のステイン意味なくなっちゃうんで、ステインのちゃんと下地が残るくらいに薄く顔料を入れていくっていうことですね。経験がなせる技。じゃないと大阪まで呼ばれないですよ。そうですね。まあ、自分らはティントって言ってるんですけど、サーフボードの透明の樹脂の中に色ネタを入れて、半透明にする。これをティントって言ってるんですけど、半透明の状態のネタを作るって感じです。これでステインの感じを潰さずに着色していくっていう。これが顔料技術。ティントの皮。
これ芯なんですよね。菊田君、これは何をこれは最後の仕上げのクリアです。最後の上塗りのウレタンクリアです。もう、規定のツヤで、ツヤ消し剤も入れて作っちゃいました。調合は企業秘密ってことで。企業秘密。はい。二人でエア弱いの。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。最後すごい綺麗な仕上がりになって、今日の作業で一番重要だったポイントどこになるんですか？ポイントですか。一番重要なポインまあいろいろポイントはあると思いますけど、やはり今回は手すりでしたよね。ト。手すり。手すりは必ず触るところだと思います。なんで手触り、やっぱこれに一番気を使った方がいいですよね、手すりの塗装は。なんで今回も手触りにとてもこだわって施工しました。めちゃめちゃ綺麗な仕上がりでした。ではまた。さよなら。さよなら。さよなら。ちゃんと見てつけよ。しんどいよ。日曜日にあれはしんどい。黒いんだよな。ちょっとイライラしだしてます。私の記憶が確かならば、この番組はおっさんたちの提供でお送りします。今回はダイソーで本気リペア対決です。まずシュウワクタクと陳慶一郎が何を買ってきたのか見てみましょう。まずはシュウワクタク、 UV レジンで埋めて絵の具と化粧品で色付けしてクリアスプレーで仕上げる感じですかね。次に陳慶一郎、グルーガンで埋めて絵の具とアイライナーで色付けしてクリアスプレーで仕上げる感じですかね。少しの間謎の猿の寸劇をお楽しみください。ちょっと結構ちゃんと見てつけよ。ここしんどいよ。日曜日にあれはしんどい。その火水あたりじゃないとちょっとしんどい。西の怪物陳慶一郎、神奈川の風雲児シュウワクタク、100均対決4本勝負。結局こんな感じの傷で勝負していきます。3分クッキングですね。3分でいくんですか？ 3分でいきます。無理だ。3分はちょっと無理ですね。何も固まんないと思う。あ、これ使いづらい。何がですか？肩見ね、こうできんやん。失敗。これ使っていいです。2個入っとったんで。あ、やったー。これでそげる。おじさんがシェアしてる。ありがとう。あ、持っといてください。2個あるから。またいるときあるから。ありがとう。いいえ。ちょっとこれ使います。お、水性ツヤ。ももう仕上げ下地処理にに下地処理に使います。なんか丸いもんがもうこれしかなかった。丸。1本200。1本200。怪我しそう。行かれとる。どうですかお二方。いけそうですかね。いやー分からへん。ちょっとグルーガンちょっと出します。グルーガン開ける。グルーガンでいく。グルーガンをパテ代わりにいくんだ。グルーガンパテ代わりかなと思って。確かに。これ初めてそれうちにありますね。グルーガン。ああ、菊田君のご家庭にってこと？これ透明のグルーガンの
あ、ちょっとなんか白濁じゃないやつあるんですね。そうそう、透明のやつ選んだ。やっぱ途中でやめるのやめよう。やっぱ途中でやめるのやめようわ、知ってましたけどね。絶対やるだろうなって。まあ、あんまり広げずに、ちょっと一旦このままこうか刺したって、持って持って、ちょっと持って、で、こいつはちょっと鬱陶しいから、ちょっと取りたいな。二草さんまだ刻んでますね。まだ刻み中。スロースタート。本当はこれであったかいうちにパンってこれをああ、はいはいはい。やっといたら、見てこれやビドーンちょっと待って、これだからちょっとあれやわ、今これでこう来てこの綺麗なとこでこうでちょっとほっときます。はい。冷ましですか。冷まし。あ、パレットいいっすね。パレットちょっと盲点でした。あ、貸してあげる。あ、やった。あ、先にオンを打って。これ使っていいです。2個入っとったんで。あ、これは先に王打ったもん勝ち。ありがとうございます。貸してあげる。これちょっと外します。やばい、めっちゃ張り付いてる。まあボンドですからね。ボンド、これってボンドっていう扱い？ボンドっていう扱いじゃないですか。あ、広がった。あ、下地が広がった。下地がめくれた。これ最悪や。熱で大きくなってる。マジ。今度はこのまま固まってくれと。はいはい。100円意外といけんない色。100円のくせにいい色出します？いい色出てるよ。モリモリ？もりもり。乾きが悪い絵の具は。水性ですからね。そうや。めちゃめちゃいい色。嘘。これは予想外の展開だ。思ったより白くなるよ。使いづら。あ、色のチョイスが違うの。チョイスが違う。あ、でもこれあれ見たら白あんまり使いたないな。よし、じゃあこっから博打に入っていこう。KY コード。これがさあ固まってくれんのかだよね。あ、でもそれと絵の具入ってるら濡れ色で固まりそうですね。いいかもしれないね。勝ちかな。どっちが進んでるかな。花丸さんがちょっと大きくしちゃったからな。傷を後退してるから。難易度上げてしまってるっていう。さあ混ざるのかな。混ぜる。混ぜる気があるかないかだ。いけ。これこう見るとなんか濃いですね。乾いたらめっちゃ白かったけど。そうね。まあいいじゃない。これが吉と出んのか京と出んのかさ、この分からなさがちょっと面白いね。よし、とりあえず埋める。来ました。ダンク。めっちゃええ色。完璧やん。勝ち確。それはもう勝ち確っすわ。まあこれがまだあと固まるのかっていうそ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 う。ところが。で、来ました。てけててててててけてててブルーライ。てけてて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 おしゃれなリペア方法ですね。よし、ちょっとドライヤー借りてツヤ拭きます。どんなもんかな。どれつくんですか？これクリアマット。あ、艶消し。うん、クリア水性スプレー。水性スプレーやからちょっと怖いな。普段使いますか？水性スプレー使わへん。まあ、このケンマートもちょっとこれで消したい。ちょっと拭いていきます。あ、いけるいける。600まで落としたから消えます。消える。ケンマートはだいぶもうケンマートは大丈夫消えかな。ましたね。あ、でもちょっとベトつく。乾き悪い。乾きは悪い。乾き悪い。あ、着色に入る。
と色黄色っぽすぎたかな。これをスプレー吹いたらどうなるかですよね。そうやね。スプレー吹いたらどうなるかやね。とりあえずやっぱり星親やから隠蔽したいな。うわめっちゃ白なっていく。これで後でうわめっちゃ白な赤。戻る。大丈夫かこれ。そんな感じですね。あ、それであれですか。ツヤいってちょっと戻していい感じに持っていく系の。そうですね。材料のくせにアジャストしてってますね。2人ともいやもうこれは無理やわこんな。素直に言ってくれたらね、よかったですけどね。これは何なんですか。これはも何絵の具。片栗粉。それ欲しい。これでも濃すぎるからちょっと微妙かな。これでも色を完全にっていうかかなり近かったら結構いいと思う。なんか黒いんだよな。ちょっとイライラしだしてます。ちょっと苛立ちがちょっとストレスが溜まってきてる。溜まってきてるっすね。暗雲立ち込めてきたのでダイソーの別の塗料を配給。お互い色を作り直してリスタートといったところでしょうか。やっぱ下地に色入れてたら強いな。いやでもだいぶいいと思いますよ。だいぶいい色出てるよね。はい。だいぶリカバリーされてます。されてる。はい。一回木目も書き直しやないかな。あ、こっちも白いのがなくなってきてる。お、結構良くなってるこっち。もう完全に隠蔽しましたね。キャンバスできたって感じだね。お、すごいテクニック使ってる。それは新しい。どんな？ちょっとこっちに向けてもらって。ほらすごい。終了。これはやりたくない。いい勝負です。さあどんな感じになったんでしょうか。まずは陳慶一郎の100均リペアを見ていきましょう。次に周悪卓の100均リペアを見ていきましょう。どちらの100均リペアが良かったかボシボシコメントよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。勝負に全くさんじゃできひんことをやろうかなって。俺の心を表現しようと思って。いいよ。私の記憶が確かならばこの番組はおっさんたちの提供でお送りします。今回はお二方にあるテーマに沿って作業をしていただきたい。そのテーマとは玄関に飾る芸術作品を作っていただきます。そして予算は2000円。それでは早速買い出しに行ってもらいましょう。行ってきてください。ダイソー商品2000円分で作る芸術作品。さて彼らは何を買っていくんでしょうか。なんとなくのあれは決まってるんですか。少しぼんやりイメージ。どうですか。いや今選んでる。いいのありました。もう選んでるけどどうしようかな思って。だいぶやっぱキャラクターが違いますね。700円。すごいいいのありましたねこれ。すごいいいのありましたね。教えちゃダメよ。金丸さんも結構品物はだいぶカゴには入ってました。
はいはい、それですね。じゃあ予算内で。予算内で。はい。1個やめたけどね。そうですね。値段間違えてね。これはもう自分のはい得意分野を持ってきて、もう勝つ、勝負に勝つ今日やね。全くさんじゃできひんことをやろうかなって思ってます。 OK です。はい1984円はい2000円以内で収まっております。はい、大丈夫そうですね。いいの買えました？いいよ。いけそうですか？いけるいけないかは分からん。これもう多分金丸さんの俺のは多分ね全然多分きっとジャンルが違う。俺はどっちかというと俺の心を表現しようと思って。いいよいいよ。西の怪物陳慶一郎、神奈川の風雲児周枠拓、100均対決4本勝負。金丸さんが買ったもの、枠拓さんが買ったもの、これらがどう混じり合ってどういう作品になるのか見ていきましょう。さあ始まりましたリペアアート部門。玄関に飾って映えるオブジェを作ってみようというテーマでお届けしておりますが、そして今回の挑戦者は神奈川の風雲児周枠拓。それを対して迎え撃つのが西の怪物陳慶一郎。ほらリペアマンがリペアじゃなく違うもので対決するって面白い対決ですね。対決ですね。そうこう言っているうちに作業の方は進んでおります。挑戦者周枠拓、何やら箱の中に紙粘土で分かんないですねまだ、はい全く何かをなんか敷き詰めてますね。何かを作っております。これ紙いっぱい買ってんねんけど、やっぱいいのは何個かに1つやから。あ、そういうもんですか？そう一発で1個っていうのはやっぱりうまいこといかんなと思って。当たり外れがあるんですか、紙に？いや違う俺の腕に当たり外れが。そういうことね。そういうことね。めっちゃよくないこの色。いい色ですね、夏っぽい。あ、結構濃度濃いねこれ。ノコギリで先ほどのコップのような部材を切り落としています。これ工作的な感じですね。そうですね、これを切り落としているようですね。これだよ、やっていきますか。今工作おっと予想外の事態が起きたぞ。畜生、作戦変更。でもできるかな。慶一郎選手、スポンジでゴシゴシ垂らした塗料を拭いているというか伸ばしている。これはなかなかあまり見ない技法ですね。なんか垂らしてる。うわ、すごい大胆ですね。調味料のように垂らしてますね。これはイカスミでしょうか？イカスミですねこれ、はい。各選手も色を混ぜています。この土手の逆側に流してますね。また新しいキャンバスに投げやり技法でさっきの何か違ったんでしょうか。投げてますね。ここで情報です。はいはい。陳慶一郎選手、あと周枠拓選手もなんですが、はい。飛ばすっていう行為については得意だそうです。どういうことでしょう？ちょっとよくわからん情報が入ってまいりましたね。そうですね。何を飛ばすんでしょうね。飛ばすの大好きなんでしょうね。あっちもこっちも。色を変えてグラデーションになってますよ。これは面白い。これはグラデーションの際の部分をぼかしてよりきめ細かくしていこうという算段ですかね。なんだ枠拓選手、なんかふりかけをかけている。 WELCOME なんだこれ。ウェルカム。ようこそ。怖いですね。ぐちゃぐちゃ。ここで一つまた情報です。はい。陳慶一郎選手、はい。沖縄の海好きなそうです。まあ大体の人は好きだと思いますが、特に好きということで。
ウェルカムボード。玄関、なるほどですね玄関ですからね。ピュッピやった後に紙にウェルカムって怖いなって思いますよね。乾かねえからな。次のコートいけねえんだよ。楽しそうですね。そうですね。二人とも楽しそうです仕ね。事じゃなく自分のイメージしているものを作品にする。楽しそうですね。水を与えた優しい優しいぞ。優しい。巻くこと？いや、ちょっとそれは分かんないです。こんな感じどう？嬉しそうな顔してましたね。嬉しそうな顔でしたよ今。そうですね。ワクタク選手何か怪しい。あ、怪しい。あ、出たー。コックにあるまじきこちょっと集中しないのに邪魔しないでくれますね。う。よし、ここで終了だ。いかがでしたか、陳健一郎。ちょうどええ感じのやつできたんちゃいますか？ちょうどいい感じのええ感じちゃいますか？それでは、シューワクタク。週ワクテルの敵を打てたかなと思わあるね。ということでお二方いい作品ができたかと思います。どっちの作品が良かったのかは皆さんコメント欄の方に書いていただきたいなと思います。それでは最後にお二方の作品の動画を見てお別れしましょう。それではさよなら。まずは西の怪物陳慶一郎。神奈川の風雲児周ワクタク。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。